こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第5弾。今回はすべての枠体を連結させます。と、その前にホームセンターで軽トラを借りて枠体のサイズを確認します。最初に採寸して以降、確認することなく組んできたので緊張の瞬間です。まずは床部分。前後左右ともちょうどいい隙間のサイズになっていました。あとは外壁分の厚みが増すのでジャストサイズになると思います。次に前面。真ん中のマスが窓になるのでこちらもいい感じです。最後に側面を乗せて突き出し部のサイズを確認します。干渉なく見た目も違和感のないサイズになりました。息子も興奮していて、私も完成する日が楽しみです。これで安心して連結させられますが、その前にもう1箇所。床下の断熱材の隙間を気密防水テープで塞いでおきます。最近の車中泊で寒さ対策の重要性を感じたので、事前にやれることはやっておきます。今後触ることが難しくなる場所なのでしっかり隙間を塞ぎました。効果は完成後の車中泊で確認していきたいと思います。そうしたらいよいよ枠体を連結させていきます。今後の移動を考えて台車を自作してその上で作業を進めます。まずは側面と背面を連結していきます。連結の際はクランプで固定してビス締めします。次は側面と前面。四角い枠になったら床と連結していきます。
続いて突き出し部。最後に天井と連結すれば枠体の完成です。相垣継ぎのおかげですが、すべてのパーツがぴったり組み上がった時は快感でした。夢の軽トラキャンピングカー、また一歩完成に近づきました。次回は壁と天井に断熱材をはめ込んでいきます。それではまた。